こんにちは、北谷です。築50年住宅リフォーム DIY2024 年もよろしくお願いします。リフォーム開始から1年、ようやく部屋の形になりました。今回は部屋のパテ塗りですが、その前に一作業。元リビングの床を直していきます。上に乗るときしんでいるのがわかります。このままにするか悩みましたが、1枚だけなので貼り直します。まずは傷んでいる部分を剥がしていきます。ドリルで穴を開け、バールでこじ開ける。合板すべてではなく、梁の部分に合わせて剥がします。丸ノコで切断して再度バールでこじ上げていく。1年前に散々やった作業ですが、範囲は狭いので全然楽でした。和室と違って床下に断熱材の発泡スチロールがありました。気休め程度ですが、余っていた断熱材を敷きました。この上から合板を貼っていきます。50年前の床板の中、ポツンと新品の床板。このアンマッチさもなんとなく面白いです。これで床部分はフローリング張りを残すだけになります。続いて天井と壁にパテを塗っていきます。まずはブルーシートで床を養生します。パテはワイドスーパー60を購入しました。粉と水を3対2で混ぜて練っていきます。大量に作ると固まるので、パテ 300g に水 200g を分割して作ります。生クリームみたいで美味しそうです。これをコテで塗っていきます。溝にパテを押し込んで平らにならすイメージ。人生初のパテに挑戦。動画を見て勉強していましたが、想像通りにはいきません。それでも手探りで塗るうちにそれっぽくできました。
あとはすべての隙間とビス頭にパテを塗っていきます。塗ってるうちにコツが分かってきて少しだけ上達したと思います。パテを練っては塗るを繰り返します。石膏ボードを細かく貼ったのでパテを塗る箇所も多くなりました。12畳分のパテを塗るのに朝から夕方まで丸1日かかりました。使ったパテは3キロの袋の4分の3くらいでした。リビング側の天井はそれなりに綺麗なのでパテは塗りません。ただ古い壁紙を剥がした跡が毛羽立っているので削っておきます。削りカスが出るのでゴーグルとマスクの完全装備で挑みます。動画では分かりにくいですが削ったことで結構綺麗になりました。天井全体を削れば下地の準備完了です。あとは天井と壁に壁紙を、床にフローリングを貼れば完成です。春、庭の桜が咲く頃の完成を目標に頑張ります。それではまた。